皆さんこんにちは、渡旅です。今回はタイトルとサムネイルにあるように旅が続けられなくなりました。原因は鹿との衝突事故で、後でドライブレコーダーの映像をお見せするんですが、その後もね、保険会社のこととか故障車を関西まで運搬している最中に盗難にあったりとか、言いたいことはたくさんあるんですが、これから北海道にね旅行される方に注意喚起も含めてご説明できたらなと思います。動画を見てなかった人にね説明するんですが、今回ね北海道一周の旅ということで、京都の舞鶴から北海道の小樽市まで船に車を乗せて北海道の絶景や観光地を巡ってきました。動画にはしてませんが、いろんな観光地に行ったり、北海道の最北端や最東端にも到達して充実した旅を続けてたんですが、ある夜にですね、次の目的地の近くまで移動してた最中にですね、鹿と衝突してしまいました。映像がありますんでご覧ください。はい、というこんな感じでですね、妻がちょっと悲鳴を上げていて、あまりにもちょっと生々しいので、一部音声は消しております。こんな感じで突然鹿が飛び出してきました。道路の標識や至る所に鹿の飛び出し注意の看板があったんで、もう少しゆっくり走っていれば回避できたかもしれません。鹿はそのまま立ち上がってどっかに行ってしまったんで、生きてるのかどうかもちょっと分かりません。幸い、私と妻には、怪我はなかったんですが、車のラジエーター付近から、煙のようなものが出てたんで、自走できるのはできるんですが、知識があまりないので走っていいものなのかもわからないので、とりあえず保険会社に電話してレッカーを手配してもらいました。この日の気温がですねマイナス8度ぐらいまで冷え込んで、もう本当凍りつくような寒さの中でね、レッカーを待っていました。で、北海道で修理するのか、関西で、修理するのかっていう話になるんですが、同様の事故がめちゃくちゃ多くて、どこの修理工場もいっぱいで、修理を受け付けてくれるのが1ヶ月先と言われました。なんでロードサービスの方に、札幌とか都会の方に行けば部品もあるし受け付けてくれる可能性が高いんじゃないかというアドバイスをいただきましたんで、札幌の修理工場に電話しまくったんですが、やはり同様の事故が多くて受け入れ先が見つかりませんでした。ちなみに鹿との事故が去年は北海道の東部地域で2055件、北部地域で1345件、中部地域で1688件、南部地域で372件の事故が発生しているそうです。合計するとですね、なんと1年間で5460件の事故があったそうです。これからね、北海道に行かれる方はですね、気をつけてください。鹿との接触事故というか衝突事故が相次いでいるそうです。で、結局いつもお世話になっているディーラーの方に修理していただけることになりまして、北海道から関西まで故障車を運ぶわけなんですけど、保険会社の方では指定の業者でしか保険が効かないということで、一応ね見積もり金額も出してもらったんですけど、見積もり金額の方が最低でも60万円以上、レッカー費用が32万円ぐらいまで保険が下りるってことで、すでにね苫小牧まで運んでもらって20万円近くかかってるんで、そこから船を乗せて60万円なんで、そうですね、最低でも50万円は、実費が必要ということで、
自分でもね運んでくれる業者の方を手当たり次第探しました。保険はもう効かないんですけど、もう実費で、行きつけのディーラーまで、13万円で運んでくれるっていう見積もりをいただきまして、ただ納期までに、3週間から4週間、かかると言われまして、で一応もう1社に見積もりを取ってまして、そちらが16万5千、少し高いんですけど、2、3週間でうちはお届けできますよというふうな、ご回答だったんで、もうちょっと高いですけど、もうやっぱすぐにね車が必要なんで、そちらの方にお願いしました。じゃあ、契約を結んだ瞬間到着は、3週間から4週間ですっていう、メッセージが来て、あれどういうことやと、おかしいなというふうなことも、ありました。もしもねこういう事故があって、車をね運ばれる時には皆さん気をつけてください。結構パニックになってたんで、もうしっかりね、業者の方と、すり合わせた方がいいと思います。はい。で結局ですね、車が、いつもお世話になっているディーラーの方に到着したのがもうちょうど4週間目ぐらいに、到着しました。ちょうど4週間もしくは4週間超えてたかもしれません。でそこまでは別にもういいんですけども、もう仕方ないんでね、納車が遅れたのも、ちょっと少しね金額が跳ね上がってしまったのもそれはもう仕方ないんですけど、ただねいろいろね下ろさないといけない荷物とかもたくさんあったんで、ディーラーの方に車に乗せてた荷物を取りに行ったんですけど、車の天井にソーラーパネルを積んでるんですけど、そのソーラーパネルがないんですよ。で配線もこう無理やり引っこ抜かれた跡があって、こちらの写真があるんですけど、こんな感じでソーラーパネルがきれいに剥がされて、配線がこうむき出しっていう状態になってました。フェリーで運んでくれる業者に電話すると、もう警察にとりあえず言ってくれと、もうそれの一点張りで、保険会社の方にも電話したんですけど、こういうことは初めてだっていうご回答と、等級は下がりますけど、一応その、盗難された件に関して対応しますっていう風な回答でした。結局ね証拠とか何もないんで、うちじゃないです、どの業者に電話してもいやうちじゃないですの一点張りなんですね。証拠がないんでも仕方ないんですけど、200ワットしか発電しないんで、もっとね400ワットとかそれ以上の、ソーラーパネルに乗せ替えようと思ってたところだったんで、別にいいんですけどなんかね乱暴に取られて車は気づいてるかちょっと分かんないんですけど、配線もねこう乱暴にぶち抜かれて、っていう風な状態なんでね、欲しかったら言って欲しかったですね。あげましたんで、ソーラーパネルぐらいあげます。もう言ってください。本当もうね声かけて欲しかったですね。っていう風なね、ソーラーパネルが盗まれるっていう、だから結局どこで盗まれたか分かんないんですよね。そのレッカー会社に引き取ってもらって、そこで5日間ぐらいちょっと保管してもらってたんですかね。で、その5日間そのレッカー会社の方で保管してもらってて、そこから、苫小牧の、港に、車を運んでもらったんですけど、多分その港でもね何週間か多分保管してたと思うんですけど、ただどこで盗まれたか分かんないんですよね。そのレッカー会社で盗まれたのか、苫小牧の港で盗まれたのか、もしくは、その関西まで運んで関西から、またレッカーで運ぶ最中に盗まれたのか、どこで盗まれたのかが分かんないんですね。っていうことがあったんで、もしね皆さんがそういう北海道からレッカーとかで運んでもらうときは写真を撮っておくのが一番ですね。証拠としてね、例えば私だったらソーラーパネルがちゃんとついてたっていうような証拠の写真ですよね。
で、それがね11月の18日の話なんですね。11月の確か18日で、今撮影しているのが2月13日なんですけど、車の方はですね結構ね大破してまして、治るのが3月の中旬以降になるということでね、未だに車戻ってきてません。まだ1ヶ月半から2ヶ月先になりそうです。はい、ということでね、今は結構ねレンタカーとかで旅をしてるっていう感じです。皆さんもね、北海道に行かれる時はすごいね鹿の衝突事故が多いんで、説得力はないですけど運転には気をつけてください。あともしね、事故して、レッカーとかで運ぶ時は証拠の写真を撮っておく方がいいと思います。ということでね、今回はですね北海道一周の旅が、できなくなったという、動画です。まだね旭川とか帯広とか、根室はちょっと行ったんですけど、全然ね回れてなくて、半周もしてないんですかね。北海道一周って言っても本当ね10日間ぐらいしか滞在してませんでした。10日間って結構回りましたけどね。なんでもう早かったらね夏ぐらいにまた北海道一周の旅再開しようかなとは思ってるんですけど、ちょっとどうなるか分かりませんけど、はい、ということで、あと皆さんの方でもね、どこか、リクエストがあれば、例えばこのどこかの地方の、穴場スポットであったり、絶景であったり、またはね集落とか、こういうとこ行ってほしいっていうところがあればね、ぜひねコメントの方で教えてください。はい、今回はですね楽しみに、北海道一周の旅を、楽しみにしていた、視聴者の皆さん、申し訳ございませんでした。本当ね僕の不注意ですね、鹿と、衝突事故を起こしてしまいまして、北海道の旅が中断という形になってしまいましたが、またリベンジしますんで、楽しみに、待っていてください。はい、というところですね。はい、ちょっと長々となりましたけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。